こんちは。4G ハンマーソロ攻略のパート13始めていきます。今回も G2 を進めていきますよ。新しい敵も出てきますね。まずはネルスキュラーアシュだ。原種は G1 にいたけど、アシュは2から。冷静に考えて、こいつ G2 の器かねえ。ガララアシュと逆だろうよ。一応砂漠よりにいるからってのはありますが、別に他マップに出しても良さそうですがね。というより、天井がないマップは違和感がすごいので、洞窟にいた方が納得できます。スパイダーマンではないか。むしろもっと不可思議な行動してくるからな。空から糸で吊るされてるように見えますからね。もうファンタジーですよ。で、この子の肉質なんですが、属性以外は原種と一緒です。こいつって原種とあんま変わらんよな。差の小ささではこのゲームトップかも。変化といえば時間稼ぎの一方的な行動が増えた。そんなとこ変化しなくていいんだが。空中と地中、どっちも使うようになりましたからね。ぶら下がり中は麻痺食らうし。ハンマーとの相性はだいぶ悪化しています。多名移動してるとぶら下がり攻撃避けれません。地中からの騎馬攻撃ですら怪しいからな。あれ無駄に判定でかいんだよね。立ち回りとしては行動を見てからためでいいと思う。時間はかかるがそんな強い相手でもないしな。ダメージが蓄積してくるとダウンが取れて殴り放題。この辺も原種と変わりませんね。一応新規のアシュなんで T クエに採用されてますが、いまいち存在意義がぼやっとしてるモンスです。まだカブラーシュの方が特徴あるような。ちょっとかわいそうだけど。しかし、今のはやばい行動だな。ぶら下がり3連で出すことあるんか。麻痺させてからの飛びかかり、G1 でよく見た光景ですね。4G の追加亜種は麻痺攻撃がやたら多いです。確かに MH4 では不足してましたが。しかも、ほとんどが G2 までの登場っていうね。新規亜種の大半が低ランクに固まってる。中盤以降は過去作モンスばっかりだからこうなる。G 級序盤が難しいわけだよ。43モンスターは揺らぎの体現者ばかり。それを強化したらそりゃ面倒になりますわね。とはいえ、それももうすぐ終わり。さっさと駆除してしまいましょう。移動してきた。徐々にダウンが入るようになったぞ。ダウンの条件は頭と足のひるみ。どちらも耐久値はかなり低いようです。スキュラ戦はダウンがいかに続くかにかかってます。うまくいくとハメに近い状態になりますね。こいつのダウンは弱点殴り放題だからな。ダウン時間も長めだし。あ、サブタゲ達成した。このクエは該当機の破壊だね。川は胸部の耐久値が影響します。トゲと混同しがちですが別部位です。該当比を壊すと氷属性が通りやすくなります。この子も氷なんですね。ほんと氷弱点だらけだよな。他の追加亜種も氷弱点がやたら多い。まあ、こいつの場合は使用上有効とは言えないが、氷の有用性がよくわかるぜ。そういえばサボアハンマーもそろそろ強化できますね。G2 でぼちぼち最終強化が入手できます。武器といえば、スキュラー種のものも強力ですね。数値上は弱そうですけど。ネルシュトロレイドだね。最終強化は G3 までお預けだが。あの武器、TA でレミ武器を差し置いて採用されてる。倍率240でよくやるよ。もちろんレディハンマーも使われてはいるんですがね。一部モンスには睡眠が効いてくるようです。この攻略でもいずれ使うことになるんでしょうか。スキルが揃うまで難しそうですが。あれ活かすなら真打ちが欲しいもんね。揃えられても最終盤だろうな。それまでは他武器で頑張ろう。常に試行錯誤だ。皮が剥がれた後は割とボコボコでした。疲労中はさらに弱体化します。もたつく上に糸が吐けなくなるね。しかも飛びかかりでこけるようになる。しかし、トゲが残ってると見た目はマシだな。トゲと皮が壊れるとマジで雲だけど。これ、無理な人は本当にきついみたいですね。バイルズのベビー見たらそっとしそう。そういえば、ポケモンの ZA でも似たような感想を見たな。最近のポケモンはモチーフらしい動きになったが。アーボとか糸丸はそのまんますぎて、元のが無理な人は見てられんらしい。3D 酔いに近いものがありますね。影響を受けちゃうゲーム好きは気の毒です。そのまま狩猟完了しました。タイムは11分半ほど。やっぱ G2 の器じゃないよ君。今からでもあの水蛇と交代してくんないかな。さて、これで G2 初期のキークエは終了。追加のクエストが出現するぞ。いよいよ次はあれですね。ドキドキです。と、その前に装備更新をします。ようやく素材が集まりましたので。地味にファルメル X 足が面倒だった。土8の子15ってどこに必要なんだよ。完成した装備はこちら。スキルはほぼそのまま、回避性能1を追加した。火力は弱特技物で普通に足りてるようなので、より立ち回りを強化する方向としました。G 級防具 4V なので防御力もそれなり、鎧玉が不足してますが、600程度は確保できます。ただ、これでも十分高い数値ではある。天鎧なしだと爪ご含み670程度が限界だ。じゃ、G2 のメインディッシュいっときますか。
今回も火の国を救うぞ。来ましたね、火の国。単体クエの前に2頭クエが来ます。この2頭はどちらも上位で苦戦しました。さらに舞台は地底火山となります。ガララーシュと同じかそれ以上に不安だ。新装備でハンマーは輝けるか。まずは近そうなブラキからやっていくが、こっちの方が不安なんだよな。ブラキ君は斬撃より頭が硬く、腕が柔らかいです。これがどう影響するか。開幕ですが、スタンとノリを狙うか迷います。理由はもうすぐわかるんですが。とりあえず攻撃しのぎながら殴る感じでいいかな。大技は食らわないように。とはいえ、そうそううまいこといかないけどね。ブラキ戦マジで難しい。ギルクエでは確定コードを狙って体験使ってますしね。ハンマーだとかなりの習熟が必要そうです。ヒーカリジはまだ未熟なハンマーでも対抗可能。頭を狙ってますが、腕に吸われております。ハンマーって割と手数増やすの大事だからな。ちょっとでも削る思考があるのはいいことだ。ちなみに、回避性能についてはブラキ戦を想定してない。多分あんまり役に立たないと思う。なるべく後半の相手に対応するものですね。もちろん対ブラキで役立つこともありますが。この子は爆風の判定が長すぎて、回避距離の方が便利そうです。で、早速オウガくんが合流してきたね。まだ交戦時間1分なんだが。さっきのリスタンを狙わないと言ったのはこれが理由。めっちゃ邪魔されやすいんだよな。このクエの難しさは合流の多さにあると思ってます。特定エリア以外は範囲が被るので。火山はマップが上下左右に広く、追うだけで一苦労。容赦なく制限時間を削ってきます。それでいてしっかり両モンス強敵だからね。G2 のトラウマクエ担当なだけはある。前の攻略企画だと15分かからずクリアしてたけど、あれは合流運に助けられた部分も大きいよ。もちろん、アーティラートの力もありますね。残念ながらハンマーにそのような武器はないです。それにしてもなかなか移動しませんね。あんま長引くとウーガが退電しちゃいますけど。両方どこに移動するかわからんのよな。なるべく移動先を視認しておきたいんだ。運が悪いとかなり長距離移動されることもある。そしてその後速攻で合流されたりね。あ、2頭とも移動するようです。さてどこに行くか。オーガが1、ブラキが6に移動した。あんまり良くない位置関係。そもそも初期位置から6ってかなり遠いんだよ。なんでミュリアも経由しなきゃいけんのだ。しかもこれ、オウガがまっすぐ合流してくる危険もあります。状況としてはいまいち。唯一の救いは地形が平坦なこと。ダメージエリアもありません。その代わりに例の虫がいるけどな。頼むから余計なことすんなよ。地形は平坦なんだけど、いまいちブラキがうまくいかん。車庫入れがとにかくしんどい。肝心の怠慢がうまくいかないのは問題ですね。なんとかなるかと思ってたんですが。多分身構えすぎてて逃げ腰になってます。距離感間違えてたんでしょうね。ノウトウタイミングも下手でぶん殴られてるし、見てらんねえなこれ。さらにひどいのはこれがすでにテイク3ということ。先の2テイクは速攻でぶっ殺されたよ。オウガの合流でひるんだ隙を殴られたりしました。とんでもないクエストです。今みたく小技にもバンバン引っかかります。最近順調だったのに。やはり火の国ハンマーソロは伊達ではないな。でも絶対やりきるぞ。その後も苦戦が続きます。7分ほどでようやく1回目のスタン。スタン中は例の回転からの縦3。こいつの TA で学んだコンボだ。ちょうど怒りも切れたが、まだまだ元気そうだなこいつ。それよりもっと元気そうなのが来ましたよ。オウガくん迫真の再合流。普通に起き上がり攻撃を邪魔されました。本当にやめていただきたい。やばそうだなこのクエ。ちゃんとクリアできるかな。14分近く経ってようやくブラキ討伐完了。想定の 1.5 倍くらいかかっちまった。アイテムもかなり使わされましたね。精神も含めだいぶ消耗しました。しかし、残りはオフが1頭のみ。焦らずじっくり行きましょう。もうすでにやり直す気力はないからな。何分かかってもこれで決めるぞ。ここまでの合流で帯電に移行されたが、これはむしろ好都合かもな。スタンで一気に解除できる可能性ありますね。ダウンチャンスをしっかり使いましょう。オツが怖すぎてかなりへっぴり腰になってる。これはブラキからそうだったが。虫弾食らうだけで凄まじいダメージだよ。できれば被弾はなしで抑えたい。オウガの方が回避性能が活かせそうですね。なんとか後隙をごまかしたいところ。さあ、スタンが来ましたよ。しょうもない操作ミスなどないように。ここ背中狙えてないのいかんな。当てるの最優先だったとはいえ。原種と違って足は背中が最大弱点だ。頭も十分通りはするけど。そしてそのまま怒り以降、これをどう裁くかが重要です。怒り状態ではノリを狙いたいところ、うまく取れれば帯電解除までいけます。むやみにジャンプしないようにだけ注意だ。それで死んだら元も子もない。回避性能の安心感が思ったより大きい。ノウトンしてても全然安心じゃないからね。段差に引っかかってはめられたりもしますしね。無理やり避けられるのはありがたいです。
オウガくん怒涛のコンボを披露してます。火の国やってるなぁと実感しますね。この企画もここまで来たかって感じだよね。半分勢いで始めたところあったけど、ハンマーはハンマーでいいところがあった。分かっていたことだが改めて実感してるね。ソロプレイだからこそ得られたものですね。オンライン時代はこうはいかなかったので。とはいえまだ G 級中盤に入ったところです。あくまでも通過点ですよ。だね、まずは目の前のキークエ攻略に集中しよう。さて、もうすぐ25分が経とうとしています。オウガくん疲労してますね。このクエの調子は普通に良くないですが、追い詰めてる感じはあります。この疲労でストンまで行きたいな。そうじゃないとずるずる時間かかりそうだ。やっぱり地形は相当悪さしてるクエだね。G オンガーシは悪地形に出やすい。上位から火山で戦わせられてましたね。モンスターのイメージとは合ってますけど。背景と段差と傾斜で食流中が見づらいです。嫌なベクトルで強化されてます。モンスターそのものはやりがいあって面白いんだけどね。ギルクエ限定で両モンスと感じる相手は多い。と文句を言ってたらいつの間にかスタンしてる。これで2回目か。結局、ブラキは1回しか取れなかったですからね。オフガくんの方が幾分か相性はいいみたいです。しかし、この辺のプレイかなり雑ですね。なんでわざわざ後ろ足殴ってんでしょうか。長引いて疲れてるプラス焦ってんだろうな。雑でもいいから削ろうとしてるよね。その甲斐もあってか、ここでオウガが休眠に入った。捕獲セットがあるからクリア確定だ。ちゃんとクリアできたのはいいですが、もうちょっとうまく見せたかったですね。最後は冷静に虫をしばいて捕獲。先行は1個しか使ってませんでした。ギリギリで25分張りに入っちゃったな。噛み合えば20分は狙いそうだったが。何はともあれ、今回も火の国クリア。無属性ハンマーソロならギリ9大点かな。攻略段階ってのを踏まえてなんとか、ですかね。60点ってところでしょうか。さあ、残す G2 キークエも少なくなりました。が、正直火の国以上のものはもうありません。火の国がぶっちぎりで難度高いからね。あとは全部そこそこって感じ。一応新モンスとしてリア君をやって締めようと思う。村のモノブロはかなり苦労したが。意外なことに、肉質面はディアブロスの方が有利。狙いやすい腹が軟化してくれてます。モノブロは首が軟化してましたが、頭の判定がでかすぎてハンマーでは狙えませんでした。モノブロの腹の打撃肉質は40、斬撃45との差は数値以上に大きいね。ディアブロなんて腹75だぞ。潜って縦3してるだけで大ダメージだよ。足は35ですが、点灯を狙えるので悪くありません。要するに殴り毒ということです。タックルも回避性能あれば怖くないしね。対ディアでは理想的なスキル構成してる。プレイ映像からも強気な姿勢が伝わるね。この体力でもダメージ取りに行ってるぞ。連続で見るとさっきの弱気ぶりが浮き彫りに、もうちょい攻めるべきでしたかね。まあ、それで落ちったらロスでかいからね。現に最初の2テイクは死んでたし。競争を使うようになって、1デスがかなり重くなった。上位では落ちりまくってたからな。毎回のように一落ちしてましたもんね。今思うと先を急ぎすぎてましたか。弱徳つけたあたりから火力面の心配がなくなり、ちゃんとモンハンできてる気がします。隙を見て弱点だけ殴る。今更こんな基本的なことに気づくとはな。で、ディア君の話だけど、原種の素材はあんま使わないかな。さっきも言った通り、ハンマーにディア武器はありません。トライと4系はブロしている系がないんですよね。あれば高倍率で活躍できそうだったのに、ちょっと惜しいです。素材としては足の方が有用だね。あっちは防具が優秀だ。ディアブロ Z は通撃がベースですね。全体的にスロットが多く優秀です。部位によって攻撃や回避距離のポイントも持つので、ピンポイントでの採用価値があります。実は別パターンの装備も考えてあってね。そっちではディアブロ Z 使う予定。ただ、アシュの方は動画化しなさそうかな。あいつ原種と変わらんからね。肉質一緒だしやることも変わらないですしね。多少地形と攻撃パターンは変わりますが。対策としてもおおむね共通で OK。先行と音爆弾は持ち込んだ方がいいです。特に怒り値は突進ボットになるからね。こいつアホみたいに報復してくるよ。先行は超動分まで持ち込んでもいいくらいだ。時間かかるだけだからね。適当に止めて腹下で縦3。これでなんとかなります。ガンガンひるんでくれますよ。さあ、時間はもうすぐ10分経とうかというところ。順調に進んでいます。やっぱりモノブロスより格段に楽だわ。上位の時は無理に角狙ってたのもあるが。この分ならアッシュも同じように行くだろう。素材集めの心配はなさそうかな。アッシュは原種オカルト出現。G2 以降、この順番が逆になることはないです。心配といえば極限個体の攻略ですね。アイテムが効かないけどどうしましょうか。まあ、足をちまちま狙うしかないだろうな。弾かれと違って石で有効にできないし。ハンマーだと極限ディアの理不尽を味わえそうだね。チャークは調質でゴリ押しできちゃったから。
体力が低いから調子ずるいですよね。ハンマーも衝撃波くらい出せないんでしょうか。G3 以降はシンプルに強いモンスターが多いので、純粋に火力負けしないかが気がかりです。まずマジオスくんどうするかを悩んでるからね。いくつか攻略法の候補はあるんだけど、属性で攻めるか、はたまた物理をガン盛りするか、早くしないとワイルズに来ちゃうよ。さすがにワイルズのマジオス触りたいですもんね。4G でスタックするわけにはいきません。はい、ディアブロス終了。圧巻の10分19秒討伐でした。おお、早いな。ブラキオウナとはやっぱ全然違うわ。回避性能も大いに役立った。欲を言えば火の国でもっと活かしたかったが。ともあれこれでまた G2 キークエが進みました。残すクエも少なくなってきましたよ。次回あたりから G3 に突入できるでしょう。いよいよって感じです。G3 になるとまたぐっと装備の幅が増える。楽しみだが、整えるまで時間がかかりそうだ。できるところから固めていきましょう。まだ G2 で作れる装備もありますしね。だな、とりあえずは火の国クリア。これを喜ぶとしよう。ほいじゃ、次の動画で。またね。